こんにちは。お元気ですか？今日は1月31日の土曜日ですね。もう1月最終日ですね。今年も1ヶ月が過ぎちゃった感じですけれども、今、冬真っ盛りというか、多分寒さのピークぐらいじゃないですかね。ピークにして最終局面っていう感じなのかな。多分あと2週間くらいしたらね、もうだいぶ寒さも緩んでくるんじゃないかなっていう風に思ったりしてます。でも寒いからね、今風邪とかひいてる人も多いんじゃないですかね。かくいう私も、風邪はひいてないんですけれども、一昨日からね、喉がちょっとイガイガしてて、大したイガイガじゃないんですけれども、このまま風邪をひかないようにっていうのは気をつけたりしてますね。私は洗面所のところにね、うがい薬と紙コップを常備してるんですけれども、なのでちょっと喉がちょっとってきた時にね、すぐいつでもうがいできるようにっていう風にスタンバイをしてるんですよね。なのでここ最近もね、家にいる時とかでも、家にいる時しかないんですけれども、うがいちょっとうがいした方がいいかなって感じた時はうがいしたりとかしてね、なるべくこの水際対策というかね、この状態で風邪を食い止めようっていう風にね思ってます。あとはね、お味噌汁を作る時に生姜を千切りにしたのを入れたりとかしましたね。やっぱり生姜とかって風邪の時とかって私結構特に食べたりするんですけれども、風邪のひき始めの今とかでもね、生姜を入れると新陳代謝も良くなりそうじゃないですか。体温とかも少し上がって、そういう理由でもね、やっぱりちょっと風邪ひきそうみたいな時に結構生姜とかって役に立つと思ってるんで、生姜入れたりとかしてましたね。なんか喋ることがそれくらいしかないんですけど、そうそう、そんな感じで一昨日から喉がイガイガしてるけど、今もちょっとイガイガしてるけど、とりあえず風邪はひいてないかなっていう感じです。特にね、出かけたわけでもないのにね、家にいても風邪ってひくんだなみたいな感じですね。まだひいてないけどね。そういえば去年2020、25年は風邪という風邪はひかなかったかもしれないですね。今回みたいにちょっと風邪ひきそうみたいなのは2回くらいあった気がするんですけど、なんか知んないけど、ちょっと外に出かけてちょっと帰ってきたら、ちょっとなんだか具合悪いなみたいなね、カフェとか行ってね、たまにカフェ行くんですけど、カフェ行ってコーヒーとか飲んで美味しいケーキとか食べて帰ってきたら、あれなんか風邪っぽいなみたいな。そのうちの1回は明らかに店員さんがゴッホゴッホ風邪ひいてたんで、それもらっちゃったかなと思うんですけど、でもそのあと2ヶ月後くらいにまた同じカフェ行ったんですけど、その時はね、別にゴホゴホしてる店員さんいなかったんですけども、でもそのカフェ行ってまた帰ってきたらまだちょっと風邪っぽくなって、なんかね、それ以来ちょっとそのカフェ行きにくいんですよね。なんかそこに行くと体調悪くなるっていうジンクスみたいのができちゃって、そうそう、そんな感じで去年は2回ぐらいね、ちょっと風邪っぽい引きかけみたいのもあったんですけれども、結局風邪はひかなかったなっていうふうに思いましたね。そんな感じで今もこう小康状態を保っているというかね、風邪はひかないぞっていう気持ちでいっぱいでございます。なんだろう、特に喋ることがないんですよね。いつも同じ生活してるんでね、出かけるのはスーパーしか出かけてないしね。で風邪ひきかけてるからね。で今日気をつけたことは、今朝寒いからね、エアコンポチッとつけたわけなんですけども、乾燥するのが良くないから、何かこう洗濯物とかあれば洗濯して干したいなって思ったんですけど、洗濯はちょっとなんか夕方やりたいなと思ったんですよね。で夕方やって夜エアコンつけるときにこの湿気要因として洗濯物干したいからなのでちょっと朝方の湿気対策として、そうだそうだと思ってタオルケットがね、洗ってないのが1枚取っておいてあったんですよ。洗うように、湿気用に
夏の終わりくらいにね使ったタオルケットで、ほぼ使ってないというかね、汗とかももちろんついてないので、結構綺麗な状態なので急いで洗う必要もなくて、冬の乾燥してる時期にね洗って部屋干ししようって取っといたんで、それがねまだあるのを忘れてたんですよね。なのでちょうどいいやと思って、朝からそのタオルケットを洗ってこうずっと干してるんですけれども、いい感じでね湿気が出て乾燥を防いでくれてますね。そんな感じで私はね冬の部屋の湿度を保つのにね、加湿器とかじゃなくて洗濯物を干すってことでねコントロールしてるんですよね、湿度。なんかね、昔は加湿器を使ってた時期もあるんですけど、加湿器ってねちゃんと綺麗にお手入れとかしとかないと良くないんですよね。逆に部屋にね菌をばらまいちゃったりとかね、そういうのもあるので、そうそうだからきちんと掃除したりとか、あとは熱で水蒸気で加湿するタイプとかだとお水のなんだっけど忘れちゃった、水垢というかね、石灰みたいのがたまるじゃないですか。そういうのもちゃんときれいにしなきゃなんで、結構めんどくさいんですよね。あとお手入れがじゃなくて、ちょっと床に置いとくっていうのも邪魔くさいし、そうそうだからなんかね物が増えるっていうのも嫌だし、なんかそういう理由で冬の加湿器っていうのも使わないっていう風に決めて、冬はもっぱら洗濯物を干してますね。何かしらでも洗濯するものってあるんで、別に大丈夫かなっていう感じですね。冬はすごい乾燥するから、おかげで洗濯物も下手に夏とかよりもよく乾くんですよね、部屋干しの場合ですけど。だからお布団のシーツとかね、あと掛け布団カバーとかね、そういう大物とかもね午前中に干してれば、もう午後の昼ぐらいには結構乾いてたりするんですよね。だから替えとか持ってなくてもその日に洗ってその日に使えちゃうんで、それはすごい便利だなっていうふうに思ってますね。冬用の敷シーツとかってね、結構ボリュームがあって場所取るじゃないですか。それを何個も持ってると本当にめんどくさいんで、私は真冬用の一番あったかい敷シーツと、冬になりかけぐらいの、普通ぐらいのあったかさの敷シーツを冬用は2個持ってるんですけれども、今はそれで足りてるんで、すぐ乾くっていうのがありがたいなっていうふうに思ってますね。最近はそんな感じですかね。最近特に本当話すことがないっていうか、脳みそが回ってないっていうのもあるかもしれないですね。今回動画アップするのがね1週間ぶりで、前回が1週間前の土曜日だったんですけども、本当はね週の中日水曜日にねアップしようと思ってたんですよね。で実は喋って録音まではしたんですけれども、なんかね内容がねグダグダすぎて、どちらかりすぎて何言ってるのかよくわかんないし、内容も面白くないし、なんかねボツにしたんですよね。で今まではねどんなにどちらかっててわけわかんなくて、こんなん聞いてどうすんだよっていうような内容でも、とりあえず別にそんなん構わずに上げてたんですけども、その上げるのが不快に思っちゃうぐらい内容がどうしようもなかったんですよね。もうぐったぐたすぎてなので水曜日は動画上げようと思ったけどやめたっていう感じですねで今回もね別に内容的にはグダグダなんですけど、水曜日はねなんかもうね何言ってんのか自分でも頭がよく分かんなくなるくらい、なんかちょっとメンタル的にもちょっとおかしかったっていうか、なんかもう悶々としてたんでしょうねなんか前回の動画でも言いましたけど、エアー整理のせいでちょっと気分的にもちょっと若干不安定な感じにもなるし、あとはここ最近ちょっとねやっぱり収入、仕事、お金稼がなきゃっていう面ですごい悶々としてて、なんか
これやろうって決めたことがあるんですけど、こう今までやってきてたことがちょっとなかなかお金稼げなくなってきたっていうのもあるし、それにもっといろんなことを収入源になるものをできるようになっとかなきゃっていうのがあって、よしこれだと思ってそれをしようと思ったんですけど、新しいことをね、なんかもう全然ダメなんですよ。もうダメだみたいな、もうちょっとこうしたらいいんじゃないか、ダメだ私できないみたいな、そんななんかスキルもないし、こうスキルまあどうにかやろうと思えばできるかもしれないけど、でもなんかダメだみたいな、まあいいや、とにかくなんかダメだな感じで全然進めてないんですよね。なんか前進してないんですよね。その悶々となんかこうわけわかんなさとかが結構なんかね、ダメダメな感じになってるんですよね。なんだろう、こう例えて言うなら、無職で就職活動をしている時の状態、こういろんな企業を探したりとか、こう面接に行ったりとか、こうそういろいろこうやるじゃないですか、この仕事を得るために。まあ、その時の感じに似てますね。こう時間をやたらと費やしてしまって、あれこれこうなんかこう立ち回ってるんだけど、その仕事を得るためにそれって別にお金には一銭もなってないし、ただただ日数だけが過ぎていってしまうというね、そのこう不毛な感じと、どうしたらいいんだとか、こうするべきなのかとか、成果も出てないから自分がなんかいろいろこう物事をサボってるような気分にもなってしまうし、なんかね、その感じに似てるなと思いましたね。やろうとしてることが全くお金になっていないというね。まだそのスタート地点に行くためになんかしてて、そのスタート地点に行くまではお金にもならないし、それが正しいのかどうかも分かんないし、場合によっては怠惰なんじゃないかっていうふうに思っちゃったりとかもするんで、なんかそういうちょっとこう悶々とした感じがあるっていう感じですね。まあでもね、そうしたいなっていう気持ちは間違いなくあるんで、もうこの悶々でいこうかなと思います。もうまあそんな感じでね、なんかちょっと脳みそもちょっとなんかこうとっちらかってる感じと、なんかこう気分的にも悶々してたんで何回悶々言うんだよっていう感じなんですけど、で水曜日もね、こうなんか喋ろうと思ったんだけど、もう喋る内容すらこう脳みその中でわけが分かんなくて、わけの分かんないことを喋るのはいつものことなんですけど、今までその内容がたとえね、こんなん聞いたってね、聞く人もね、はみたいな内容だし、全然面白くもないし、こんな無意味な内容垂れ流してどうすんだよっていうこともね、あんま気にせず、関係なくこれ習慣的にやるのが私にとっては意義だと思ってたんでやってたんですけどね。なんかこの前の水曜日はね、その内容があまりにもこうダメダメすぎて、なんかもうこう内容っていうより言葉がもう綴れないようなね、ちょっとちょっとなんかこう言葉も変になってて、なんかもうこれはね、こうアップすることによって自分自身がこう気持ち悪いというかね、なんかそういう気分なくらいにどうしようもなかったんで、水曜日はまああげなかったんですけど、そんな感じでね、まあ悶々してますよっていう感じですね。まあそういうことは人生の中で普通にあることなんで、別に大したことじゃないですけどね。別にコーヒー飲めばうまいし、小説読めば面白いし、ゴローンと猫飲んだら楽ちんで気持ちいいし、まあそういう感じでね、あのえっとまあなんだろう、そんな感じでやってればいいんじゃないかなって思いましたね。まあ、ただね、そういう悶々としたりとか、うおーと思ったりとか、あとはこうエアー生理状態のせいでちょっと変な食欲が出ちゃって、ちょっとわけわかんないものを食いまくっちゃって、体重が増えて、それが気分悪いっていうのもありますね。なんかこう急激に短期間で太ったりとかすると、ちょっとこう肉がこうムニってなったりとかするんで、なんて言うんだろう、こう体感的に真冬仕様のボフボフのダウンジャケットを着たみたいな感覚になるんですよね。あのえっとね
二の腕とこの脇のこの胴体と二の腕の間の脇の部分とか、この腕と胴体がこうピタッてくっつく部分、特に脇周りくらいのところが変にムチっとしたりとかするんですよね。なんかボフボフのダウン着た時みたいな感じだから、肉のダウンができたってことですよね。だから急激に太るとその変化が、これあれみたいな、なんかこうダウン着た時みたい。あとはアメリカンフットボールの選手のプロテクターみたいな、変な怒り型みたいになるのあるじゃないですか。着たことないけど多分着たらこんな感覚だろうなみたいな、そういう体感覚が生まれるんですよね。そこに肉が急激についてそれをちょっと不快に思ったりとかね、そういうのはしてましたね。ちょっと食べ過ぎちゃって。そうそう、そんな感じでしたね最近は。まあ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 、そんな感じで、まあね、そんな感じで、なかなか1月ね、2026年のスタートの1月がね、どうも煮え切らない感じで1ヶ月が終わっちゃって、結局1ヶ月終わってしまったっていう感じなんですけども、まあまあまあそういうこともあるかっていう感じで、まあちょっと今日ふと思ったんですけど、だったら今年はね、旧正月を私の今年の1年のスタートだっていう風に考えて、その日にちょっと仕切り直しをするのはどうだろうって思いましたね。で Google でね、さっき旧正月いつかっていうのを調べたら、今年の旧正月、2026年の旧正月は2月17日の火曜日でしたね。だから今年の2月17日が1月1日みたいな感じですね。そうそう、なので、2月17日に気分新たにリスタートを切ろうかなみたいな感じでそれまでになんかもんもんし尽くしてやろうかなっていう気持ちがちょっとあるって感じですね。わあ、すごい嫌なこと思い出した。その頃もう確定申告始まるからそれまでに目標としては、それまでに確定申告が始まるタイミングの前に作り終えておくことができるといいんだけどなって思うんですけど、そんな感じですね。そんな感じで2026年の1月が今日で終わりになっていくっていう感じでございました。それではまた。